rain. I don't even feel the pain. Anything to step away. I know we could both do better. 今回は前回シューズボックスのカバーにラップ塗装をしてクリアーまで拭きました。まだ前回の動画を見ていない方はこちらをどうぞ。翌日までしっかり乾かしたら塗装面に凹凸があるのでペーパーで段差をなくしました。使用するのは1000番の耐水ペーパー。耐水ペーパーはホームセンターで1枚100円以内で購入できるので小さく切って使用しています。段差もなくなりかなりツルツルです。今回 QL キャップも同時にキャップ塗装してみました。それではキャンディーレッドを吹いていきましょう。吹いていきましょう。仕上げに二液性のウレタンクリアコートを吹いていきます。厚いクリア被膜で光沢が優れています。耐光性、対ガソリン性にも優れているこちらのスプレーですが、ピンを押し込んで12時間以内に使い切らないと液が固まってしまうので使えなくなります。ピンを押し込んだら10分間放置して使用します。
の乾燥時間が必要ですが、今回は5日間しっかり乾燥させました。しっかり乾いたら塗装面の凹凸を1000番、1500番、2000番の順番でペーパーをかけました。2000番までペーパーがけするとツルツルになりますが、このようにくすんだ感じになるので、最後にコンパウンドでツヤを出していきます。コンパウンドは順番に日付使用ステップ1、次に仕上げ用ステップ2、最後に超表面用ステップ3。コンパウンドで磨くとこのようにツヤが復活します。キャップはこのように塗装が剥がれてしまっています。最後にスプレーしたウレタンクリアコートは対ガソリン性にも優れているので、今度は大丈夫でしょう。エンジンカバーと少し色味が違いますが、一体感が出ていい感じではないでしょうか。